どうも皆さんこんにちは、あきです。今回はですね、2024年6月に発売されて世間を騒がせまくったこちらのカメラ、ルミックス S9、 これをね徹底レビューしていきたいなというふうに思っております。最高の早起き。乾杯。ヘビー。めっちゃ綺麗。ぶっちゃけこの2つを見た時にルミックスの手ブレ補正というのがマジですごいんですよ。ハイブリッドズーム、これもねもう最高です。初心者からしたらやっぱむずいと思います。綺麗じゃないんですよ、ならないんですよ。ということでお待たせいたしました。大変長らくお待たせいたしました。僕ですね、実際に発売日にね入手しまして、予約開始日からねちゃんと予約をして購入をして届いていたんですけど、しっかりとねこう使いまくって、で2ヶ月ぐらいね制作期間とか、使用期間も含めて、とはいえ今グリーンのカラーのねエクステリアになってると思うんですけど、こういった張り替えサービスとかもねしっかりと利用してですね、もともと黒のね、モデルで購入していたんですが、それらをねパナソニックさんに送って、それで帰ってきてみたいな、そういう転送サービスも利用したりしていて、実際に使用できたのは1ヶ月ちょっととかにはなるんですけれども、そういったサービス利用も含めて、今回ね、たくさんのことをね知ることができましたので、今回は何も恐れずに、僕が率直に感じたこと全てをね皆さんにお話しできればなというふうに思っています。で、実際にルミックス S9 の動画に関してはもうたくさん世に出てると思います。先行レビューとかでも出てると思うので、基本的なねこう解説っていうのはもちろんするんですけど、どちらかといえば僕がこれをしっかりと使って感じた、使用体験レポートになります。で、ご存知の通り僕はねソニーのカメラたくさんもう使用しております。今実際に撮っている FX3 とか、こっちのカメラも今 FX3 で撮っていて、で ZV-10M2 のねレビュー動画であったりとか、ソニーのカメラ今買うならどれのような動画を出してるぐらい、もうほとんどのソニーのカメラを知り尽くしています。そんな僕ソニーユーザーでもあるんですけど、その目線でもこういったね違いであったりとか、ソニーにはない、素晴らしい機能であったりとか、一方でソニーユーザーがもし乗り換えたりするとこう生まれてしまう懸念点についても結構あるので、それはねもう全て赤裸々にねちょっとお話しできればなというふうに思っております。購入をね検討されている方にね役に立てるかと思いますので、よかったらぜひね最後までお付き合いいただければなというふうに思います。まず僕の結論になるのですが、もう本当に何も恐れずに言うと、ぶっちゃけるとそこまで初心者向けのカメラではないと思います。どちらかといえば、サブカメラとか2台目とかそういったような体制で迎えるとすごく楽しめるようなカメラかなというふうに思うし、あるいはルミックスの S1 シリーズ S1H とかこれまでの大きなサイズのカメラを使ってきた人たちがこっちに戻ってくるとすごく楽しめたりとか、どちらかといえばカメラのことをある程度知っていて、そういった人たちがすごく楽しめるカメラなんじゃないかなというふうに僕は思いました。ただ完全に初心者向けではないというふうに感じたものの、素晴らしいポイントはすごくたくさんありますので、一つ一つ見ていけたらなというふうに思います。それでは早速ねルミックス S9 について皆さんにね紹介していくんですが、まず簡単にねおさらいをしていけたらなというふうに思います。そもそもルミックスカメラっていうのはパナソニックのカメラブランドがルミックスです。はい、ここまず知らない方意外と多いんで知っといてください。で、今回 S9 の有効画素数は2420万画素のフルサイズセンサーですと。で、マウントはライカ L マウントですね。ライカとかルミックスとかシグマのねレンズとか、他にもいろんなねこうメーカーのね共通したアライアンスがあって、すごくね最近は盛り上がりを見せているマウントになっていますね。で、動画性能としては一応 6K が最大で30フレームまで撮影ができて、 4K だったら2430フレーム、60フレームとかね 4K でもスローモーションをすることができます。ただ 4K60 フレームで撮るときは APS-C クロップ 1.5 倍がね入ってしまったりとか、いろいろと制限はあるものの S5-2 とかね 2X と一つ上位クラスのモデルと、ほぼ同等のね、中身の性能といった形になっています。何よりもねすごい可愛いデザインですよね。どう？めちゃめちゃ可愛いですよね。今回ちょっとグリップっていうものがね全くない状態にはなっていますが、すごくこうカメラの所有欲を満たしてくれるような、そういったねカメラデザインにはなってるかなと思います。で、バッテリーと SD カード込みで重量が 486g と非常にねコンパクトなサイズに抑えられていると思いますし、価格に関しては約21万円というところで、
まあ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 って感じかな。まあ僕はすごい安いとは感じなかったです、正直。ただ、全体的にこうカメラ市場というものを見渡した時に、フルサイズカメラがまあ約20万円ぐらいから始められるっていうのは比較的安いカメラです。なので、手に取りやすいっていうところはすごくね、魅力的ではあるかなと思います。今回、まあリアルタイムラット機能とかね、まあそういったボタンっていうものがありますね。もうご存知の方多いと思うんで、パパッといくんですけど、ここにですね、まあラットボタンっていうものが搭載されていて、まあルミックスの S5-2X、この2つがね、登場したタイミングで、まあ、リアルタイムラットと呼ばれるね、機能がこう新たにね、フィーチャーされましたと。で、まあ、これはいろんなこう写真とか動画両方とも、オリジナルのね、ラットファイルっていうものをこう当てた状態で撮影ができたりとか、まあ、それをデータに焼き込んだりとかね、そういったことがすることができるようになっていますと。で、そもそもこのラットって何なのかってなると思うんですけど、これはルックアップテーブルと呼ばれるものの略になっていて、まあ、簡単に言うと色のフィルターみたいなものかと思ってください。いろんなね、こうクリエイターさんがね、ラットっていうものを用意していて、ちなみに僕もね、3つのラットがね、ルミックスの公式のね、アプリとか、あるいはサイトからダウンロードすることができて、そういったね、リアルタイムラット撮影を楽しむことができるといったところも1個ね、特徴になっていますね。で、今回僕的にすごくね、大きなポイントとしては、もう本当にデザインなんですよね。ルミックスの S シリーズフルサイズカメラの中で、初めてこういうね、こうカラーバリエーションが豊富であったりとか、こう可愛らしいね、こうデザインっていうものが新しくね、登場したという形になっています。カラーリングは、最初の状態であれば、黒のモデルになるんですけれども、革の張り替えサービスを使うことによって、ベースはね、まあブラックのモデルになるんですけれども、まあ僕がね、やったようなこのね、ダークオリーブ、クリムゾンレッド、ナイトブルーのね、まあこういったこうカラーバリエーションをね、選択できるようになっています。見た目がすごくおしゃれで持ち出したくなるようなね、本当にカメラをね、持ち出したいっていう気持ちは大事なので、まあ僕はここはね、すごく本当にね、素敵なところかなと思っています。まあ、僕10万人記念でね、このライカ M10 というね、カメラを購入したんですけれども、これと比べてもさ、なんか、ぶっちゃけこの2つを見たときに、デザインだけを選ぶんだったら全然こっちでいいなって思っちゃったんですよ。まあ M10 自体はね、すごく気に入っていて、まあいろんなこう写真をね、共にしてて、まあ僕の人生単位でね、こう共にするカメラなんですけれども、まあこの S9 でもさ、全然なんかもう見た目のこの可愛さ、キュートさで所有欲っていうところでは全然こっちでもいいなっていうふうに思いましたので、まあ機能云々とかじゃなくて、ある程度ね、可愛いカメラを楽しみたいっていう方にはめちゃめちゃね、おすすめできるこのね、デザインかなというふうには思っています。で、一方でですね、まあこのね、S5 Mark II たちと、まあ値段も低くて、まあ S9 のね、このオリジナルの良さっていうのがあるんですけど、逆に省かれた項目っていうのもいくつかありますと。で、それがですね、まずはファインダーがなくなりましたと。このように、まあ一眼カメラと呼ばれるものというのは、ここのね、上面に、中央部分にファインダーっていうのがね、ここ軍艦部にあったりするんですね。で、これで、こう、ファインダーをね、覗くことによって、こう、写真とか動画をね、撮影することが、まあ、簡単にできるし、それがカメラならではの機能なんですよ。スマートフォンとかにはファインダーがありません。で、それプラスで、まあ、メカシャッターレスという風になっています。まあ、カメラのシャッターっていうのはね、まあ、メカシャッターっていう、ちゃんとね、幕が降りるっていうのと、まあ、電子のね、こう、電子シャッターっていうのが2つあるんですけど、これがメカシャッターがないんですね。電子シャッターのみになるので、まあ、いろんなシーンで、まあ、ちょっとね、それによって、まあ、機能がね、制限されちゃったりとか、まあ、厳密に言うと、写真のね、こう、色再現性っていうのがね、やっぱメカシャッターの方が良かったりとかね、まあ、あとはね、ちょっとこう、ローリング現象とかがね、出やすくなってしまうとか、まあ、いろいろと言われていたりはするんですけど、まあ、そのようなね、まあ、メカシャッターレスにもなりましたと。で、あとは上面部分にですね、こういったシューがあるんですけれども、このね、シューマウントのところもデジタルシューではない、ただのね、この何かマイクをつけるだけとか、まあ、電子接点が一切ないものになってしまったんですね。まあ、これによって、こう、写真をね、撮影される方は、ストロボがね、使えなかったりとか、まあ、そういったこう、懸念点とかもね、あったりはするんですけど、まあ、結構削ぎ落とされた部分も、まあ、外観っていうところでは、結構見受けられるかなと思います。ということで、ここからはですね、ソニーの α7C2 ともね、いろいろと比較してみましたので、その辺についてもね、お話ししていこうかなと思います。まず今回ですね、ルミックス S9 とソニー α7C2 で、まあ、手ブレ補正比較をしてみました。ルミックスの手ブレ補正というのがマジですごいんですよ。ちょっとね、実際にめちゃくちゃ頑張って検証してきたので、一回見てみてください。はい、というわけで、今ですね、S9 と α7C2 で 20mm のアクティブ手ブレ補正は入っていない状態、電子が入っていないボディ内手ブレ補正のみの状態ですね。まあ、歩くとこんな感じです。はい、走ったらこんな感じかな。いかがでしょう。まあ絶対にこれはね、S9 の方がね、手ブレは効いてるはずです。はい、でこれが外撮りですね。
どうでしょう。はい、ということでこれが、電子手ブレ補正を入れた状態の歩き取りになりますが、いかがでしょうか。天気いいね。やっぱね、結構ねブレ感は変わってくるとは思いますよ。こんな感じ。こんな感じですね。どうかな。走る。はい、ということでこれがですね1628シグマのねレンズで撮っています。自撮りするとこんな感じですね。電子手ブレ補正も入ってます。だからこっちはアクティブやし、こっちは、手ブレ補正電子を標準にしています。こんな感じですね。はい、ということでこれが1628電子手ブレ補正ありですからね。ルミックスは標準で撮影しています。はい、インサート撮るとこんな感じかな。こんな感じです。こんな感じですね。はい、ということでルミックス S9 が手ブレ補正強になりました。ソニーはねアクティブ補正は入っています。ブレの感じどうかな。走るぜ。これでも多分全然揺れてない。どうかな。クロップはねこっちの方が置いてるね。はい、ということでたどりです。どうでしょうか、このブレの少なさ。はい、という感じでですね、全体的にね、もう結構差がありますよね。ちょっとね、こう、買いモデルだからといって手ブレ補正が、ちょっとね、削ぎ落とされてるとか、もうそういったことは一切ないです。もう本当にもうね、ソニーのカメラよりもはるかに優れた手ブレ補正をね、発揮しているんじゃないかなというふうに思います。で、ちなみに、この手ブレ補正検証をね、していたのが、真夏のね、約37度ぐらいの気温の時だったんですよ。で、いろいろ走って、いろんなこう、比較検証をしていて、僕ね、がっつり熱中症になってしまって、本当に意識が朦朧として、本当に倒れる寸前まで行っちゃったんですよね。で、その撮影終わりに病院に駆け込んで、でもう結構治療してもらって、タクシーで家にね、送ってもらったっていう、本当に大変な日だったんですけど、めちゃくちゃ大変でした。マジで皆さん熱中症には気をつけてください。検証でめちゃくちゃ頑張ったので、よかったらいいねだけ押してくれたら、すごく嬉しいなと思っています。で、この検証結果から分かる通り、このルミックスの純正レンズと、このシグマ製のね、他のレンズとね、あった時に、このシグマ製のね、レンズでも問題なく使えるっていうのが非常にね、こう素晴らしいところなんですよね。僕少し前にね、ルミックス S9 でね、撮影した北海道 Vlog 見ていただけたでしょうか。この Vlog はですね、Vlog 撮影はね、全編このね、シグマの 1628F2.8 のね、ズームレンズを使っていたんですけど、やっぱりですね、こう手ブレ補正をね、しっかりとね、することができているし、オートフォーカスもね、問題なく早くね、作動しておりますと。なので、ルミックスのレンズを使わないといけないっていうこの縛りがないっていうのは本当にね、魅力的だなと思っています。僕はソニーのね、カメラを使うときに、もうね、ソニーのレンズしか持ってないんですよ。っていうのも、タムロンとかシグマのレンズっていうのは、もうね、アクティブ補正がマジで効かないんですよね。ちょっとは効いてるんだけど、やっぱりですね、効きがもう断然弱い。もうね、これはね、本当に、使いたくなくなるぐらいやっぱ弱いんですよ。やっぱりね、ソニーのカメラにはソニーの純正レンズを使わないと手ブレ補正能力っていうのがこうちゃんと 100% 発揮できないので、そこがね本当に苦しいんですけど、ルミックスのカメラっていうのは全く問題なくね、こういったシグマのねレンズとかを使えるっていうのも魅力的なところかなというふうには思っています。結構大きなね気になったポイントが一つありまして、それが 4K60 フレームの画質劣化ですね。
これはね結構重要なポイントだと思っているんですけど、ルミックス S9 に限らず S5M2、S5-2X、いやもはや S1 とか S1H シリーズも統一しているんですけど、4K60 フレームの画質がかなり劣化します。これはね本当に薄々感じていたものが確信に変わったんですよね。今回北海道のね Vlog 撮影とかで、スローモーションかなり撮ったんですよ。 4K60 フレームでいろんなこう美しい景色と一緒にこうナミちゃんとね、撮影をしていて、で一緒に行ってくれてた Y2 君もね S5-2X を使って撮ってて、で僕は写真は S5-2 で撮っていたりした、全編ルミックスで撮影したものなんですけど、全ての 4K60 フレームの動画がやっぱね画質が悪いです。実際にこれはもう見てもらった方が早いんですけど、今回 α7C2 の 4K60 フレームと S9 の 4K60 フレームを比較してみたんですけど、やっぱりですねこのピント面のシャープネスというか、ちょっとこうディティールの感じっていうのが著しく劣化してるというか、やっぱちょっとね画質が悪いと感じるんですよね。でぶっちゃけこれに関しては撮影者じゃないとあまり気づかないっていうところもあると思っていて、僕が今回出した Vlog に関してみんなにもねどうだったっていう風にね感想を一緒に作ってくれてる人たちに聞いても、めちゃくちゃ綺麗だったと。で僕がスローモーションのところ画質悪かったの気づいたって聞いたら、全然気づかへんかったって感じなので、客観的に見る分にはそこまで気づかない程度だと思うんですけど、撮影した身からすると結構落ちてます、これは。で実際にこのように比べてみると、ちょっとねこのディティールのなさとか、ちょっとこうピントがまずどこにやってるのかがわからないぐらいのぺっとしてしまってるような感じとかも僕はかなり感じたし、でこれに関してはソニーのカメラの方が結構優秀で、 4K60 フレームっていう同じ 1.5 倍のクロップ、例えば 7C2 とか、あるいは α7M4 とか、あとは最近僕がレビューした ZV-E10M2 とかのカメラは 4K60 フレームでクロップはあるんだけど、クロップをしたとしてもそこまで画質の劣化がないと。これはオーバーサンプリングとかにねよるものにはなってくるんですけど、撮れるとはいえ 4K60 だと画質は結構落ちるし、ノイズもめっちゃ出るっていうのがすごい感じました。でちなみにこれは、キットレンズだからとか、50mm のね単焦点の F1.8 のものだからとかでは一切なくて、 S プロレンズを使って最高峰の画質を求めて撮影もしました。でもそこは変わりませんでした。これは1個ね伝えておくべき事実かなと思っています。で逆にですね 4K の24フレームに関してはめっちゃくちゃ綺麗です。 4K24 フレーム、僕が主に北海道 Vlog とかでも Vlog を撮影しているようなシーンとかは24フレームで撮ってるんですけど、めっちゃくちゃ綺麗です。このねディティールというか美しさというか透明感っていうのはなんかねやっぱソニーのカメラじゃ出ない何かがあるんですよ。もうね今見ていただけてると思うんですけど、このね美しさっていうのは本当にね、特に緑のねこの発色っていうのはめちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか。このね色表現っていうところに関しては、僕のね本当こう美学的なところにはすごくマッチをしていて、 4K24 フレームで一番好きな映像は何って聞かれたら、ソニーとかブラックマジックとかいろんなカメラがある中でダントツでルミックス、これは言い切れるかなと思っています。であとは交換の性能もねある程度比較をしてみました。でカメラは α7-4 と S9 でね、検証してみたんですけど、正直そこまでね大差はないような感じがしましたね。でぶっちゃけノイズの多さに関してはちょっと S9 の方が目立ちやすいねノイズがあるのかなといったぐらいかな。でもそんなにねやっぱ差はないかなと思います。ただですね ISO12800 のところであれば 7-4 の方がちょっとね綺麗なのかなっていうふうに思ったんですけど、ここはね皆さんどう思いますかね。ちょっとねこの辺はねコメント欄でもねご意見いただければなっていうふうに思います。はい、というわけでですね、それではここからはもう実際に僕が S9 を使い倒してきて感じたところ、良かったところについてね皆さんにご紹介をしていけたらなというふうに思います。まずはですね、ちょっと個人的に驚いたのがここですね。これがねダイヤルになってるんですよ。これがねいいんですよね。いいんですよねっていうか、この価格帯でここが回る仕様になってるものって意外とねなかったりするんですよ。これはね様々なメーカーによってそれぞれの思想があるかとは思うんですけど、特にキャノン、ニコン、富士フィルムとかって全機種で回る、そして十字キーとして駆動するっていうのがデフォルトではないんですよね。もちろんできるカメラもあるかもしれないんですけど、それがソニーとかルミックスっていうのは基本的に全部が回って、基本的にはね、で大体のカメラで十字キーとしての操作もできるわけなんですよ。20万円というこの一番エントリーの価格のものであったとしても、ここがちゃんとあるっていうのは見事というか、そういったユーザーインターフェースは素晴らしいなというふうに僕は感じました。で次がですね、このグリップに関してなんですけど、グリップがないんですよね、このカメラは。本来ねカメラっていうのはこのグリップっていうものがねしっかり握れるようになってるんですけど、これにはないんですが、
これ案外いけるなっていう印象なんですよね。もちろんちょっとねレンズが重たくなると大きくなると、若干ねやっぱ重さは感じちゃうんですけど、なくてもここのねサムレストみたいなものがちゃんとあるんですよね。これ本当に考えられてるなと思って、ここの親指のこの逃げ場があるので、背面のね握りやすさっていうのがある程度あるので、そんなにねめっちゃしんどいなっていう感じはしませんでした。ただちょっとねやっぱ他のカメラに比べて落とさないかなっていうハラハラ感が若干あるとは思うんですけど、懸念点ではないような気がしています。で続いてはですね、液晶モニターがめちゃめちゃ綺麗というところですね。このねモニターがねやっぱりルミックスっていうのは本当にね強みだと思ってます、僕的にはね。今回ドット数で言うと約184万ドットなんですよ。で今撮ってる FX3 とか、両方撮ってるんですけど、55万円ぐらいするカメラなんですけど、約103万ドットなんですよね。で7-4とか α7C2 とかも全部103万ドットで、やっぱねこのディスプレイの美しさ、モニターのねこの綺麗さっていうのはめっちゃびっくりします。はい、やっぱさいろんな一日撮影をして見返すじゃないですか、写真も動画も含めて。でこんな感じで撮れたよみたいなねことがあると思うんですけど、そういう時にねもうびっくりするぐらいテンション上がります。本当にこれはすんごい綺麗で、マジでねこれには驚きますよ。このねモニターの解像感とこの色の表現力っていうのは他のねメーカーよりは優れているんじゃないかなと個人的には思います。これが S9 でもちゃんとあるっていうのが今回良かったところですね。で次はですね、ルミックスカラーラボのねアプリとの本当にこの使いやすさっていうのがやっぱすごく良かったですね。クリエイターズラットとかにアクセスすると、ムービーとかであればこういう風に、いろんなクリエイターのですねラットをね、ワンタッチでダウンロードできますと。こんな感じで、開いて、これ僕のね、ラットなんですけど、これらをダウンロードできると。はい、こんな感じですぐに入れれますと。で、それをラットのね、このページに行って、このスマホに入ってるね、このラットっていうものを、例えばこれとかをカメラに転送っていうものをすると、はい、こういう風に実際にね、ラットをどこにセッティングしますかみたいな感じで出るんですけど、これでセット13番にしてラットを転送すると、もうこのカメラに入ってるんですよ。で、それをリアルタイムラットとか、いろんな撮影の時にラットボタンを押して、それを当てて、で、濃度も調整しながらできるようになってるんですね。で、このね、ラット今見てもらったらわかると思うんですけど、このね、7番まであるんですよね。で、これのね、7番まで行くと、はい、セットが39まであると、39のラットを登録できるっていう、これはめちゃくちゃいいですよね。はい、で、そしてですね、僕ね、今回予約購入したんですけど、キャンペーンがね、あったんですよね。購入者キャンペーンで、今回ですね、このね、ストラップと、このね、26mm の F8 のね、このパンケーキレンズをね、もらえるんですよね。こっちのね、ストラップはね、なかなかいいと思います。すごくね、ちょっとこの紐っぽいような感じのね、デザイン性になってて、で、ブラックでね、漆黒な感じもすごくいいですし、このね、ルミックスのロゴがね、非常にさりげなく入っていますよね。もちろん長さ調節もね、こんな感じでできますので、はい。これはね、非常に使いやすい、いいストラップだと思います。で、そしてですね、ハイブリッドズーム。これもね、もう最高です。もうめちゃめちゃいい。これはね、新しい新機能なんですけれども、光学と電子のズームを組み合わせるんですよね。例えばですね、この 16mm、28mm のレンズであれば、16mm、43mm までね、ズームすることができたりとか、このね、20mm、60mm のレンズであれば、20mm から 93mm までね、レンズが、ズームをすることができたりとかね、非常にね、これね、使いやすいんですよね。で、しかも何がいいかっていうと、ルミックスのカメラの良さっていうのは、焦点距離表示があるんですよ。なので、撮影中に今何ミリですよっていうのがちゃんと出るんですよね。これマジでいいんですけど、これを使うことによって 20mm から 60mm、さらにハイブリッドズームを活用することによって 93mm まで楽しめると。そしてちゃんとね、今自分が何ミリで撮ってるかっていうのが分かるっていうのもすごくいいところなんですよね。で、これに関してはね、ソニーの、FX シリーズとかでも超解像ズームを使ってレバーを使えば同じようなことができるんですよ。で、単焦点レンズでもできるっていうのはソニーのカメラの良さなんですけど、ただですね、この光学のズーム、レンズ側のズームリングを回した時に、それを連動させてハイブリッドにズームができるっていうのはルミックスの良さにはなってるんですよね。で、そしてですね、S9 ならではっていうよりは、ルミックスのね、いいところになるんですけど、録音レベルのね、表示が大きいんですよね。ルミックスのカメラっていうのは、マイクなどをね、接続しなくても、録音中のね、レベルっていうものが、音声ゲインのね、大きさっていうのが非常に大きいんですよね。ルミックスのカメラってめちゃくちゃ大きくて、今ね、どれぐらいのね、ゲインになってるかとかっていうのが、一目でわかるようになっているので、やっぱね、Vlog のね、撮影とかにはすごくね、使いやすかったりしますし、僕もね、実際にね、マイクを使って、音声が取れてるかっていうね、あんまり余計な心配がなかったりするので、ここはね、非常に助かるところですね。で、あとはですね、これもね、ルミックスならではの機能なんですけど、オートホワイトバランスロックができるんですよね。これがね、めちゃくちゃいいんですよ。
カメラがオートホワイトバランスをオートでね、撮影をするときにですね、ロックができるんですよ。ロックをしてる間はホワイトバランスがオートで作動しないんですよね。まあどういう時に使うかっていうと、僕はね、結構本当にいろんなシチュエーションで撮影をすることがありますと。で、例えば今のね、このスタジオとかあれば、もう照明も6灯焚いて、もう完全体にね、もうケルビン数とか光量とか全部統一させてるので、こんなんはもう記録させておけばすぐにいつでも撮れるんですよ。カメラのホワイトバランスは4700ケルビン、ライトは5300ケルビンとかも決めてるんですよね。で、そういったものが、まあできればいいんだけど、でもそうはいかない現場とかあるじゃないですか。例えば飲食店とか背景にオレンジの電球があって、でも他は寒色系の色なのにみたいな、結構ごちゃごちゃな時あるじゃないですか。そういった時に僕はできればオートホワイトバランスでもう綺麗に撮っちゃいたいんですよ。ただオートホワイトバランスっていうのは画角とかを変えたりとか撮影していくと、やっぱホワイトバランスがね自動的に変わっていっちゃうんで、色のカラーグレーディング、色の編集をしていく時にやっぱり色がねずれていっちゃったりするんですよね。なので基本的に動画でオートっていうのは撮らないんですけど、でもオートで全体的にいいものをね決めてから、そこからロックをすれば動かさずに撮れるんですよ。っていうのがねめちゃくちゃ僕は使ってるんですよね。でこれに関しては、いや初めから自分でケルビンで合わせればええやんっていうところになるかと思うんですけど、そうじゃないんですよ。ホワイトバランスっていうのはケルビンだけじゃなくて、こう色のねこう方向性、カラーのこういったグラフみたいなのがあるじゃないですか。そういったものをちゃんとね傾き、まあそのかぶりによって調節をさせて、やっと白をね白と認識させる必要があるんですけど、僕正直これ苦手なんですよ。もうロックをさせればねその状態でもずっと撮れるし、あちょっとこっちね違うシーンだなと思えばまたオートで調節してあげて、でまたロックすればっていう感じになるので、マジでねこのルミックスの機能は最高です。もう全メーカーお願いやからつけてください。で最後はですね、ルミックスのね変態的機能をね引き継いでるっていうのが最後お伝えしておきたいんですけど、ルミックスのねそのさっきのオートホワイトバランスのようなめっちゃいいやんこれっていう機能が結構いっぱいあって、それらがちゃんと S9 にも入ってました。で一つはウェーブフォームとベクトルスコープの表示可能っていうところですね。まあこれはまあ露出をね、まあ他のカメラだったらヒストグラムしかないっていうところだったりするんですけど、これがウェーブフォームとかベクタースコープとかね、いろんな色の情報とか明るさっていうのをちゃんと波形で見れたりとかねするので、まあ撮影時にね露出を設定を見せるっていうことがね極力なかったりすると、このすごくねこれはね助けられます。あとはスポット輝度メーターっていうね、そのピンポイントで露出を測ることができたりするメーターが入っていたりとか、あとはねそれこそレンズをね焦点距離表示がさせることができたりとか、あとはオートホワイトバランスロックとか、なんかそういうニッチなんだけど映像制作者とか動画撮影を本格的にミスをせずにやりたいみたいな人たちにとって本当に助かる機能がちゃんと入ってるっていうのが僕はね結構感動しました。そういうところないんやろうなと思って見てたらめちゃめちゃちゃんとあったので、その辺が入っていたところはね、ちゃんと入ってるんだっていうようなこうちょっとした安心感がねあったかなというふうに思います。はい、というわけでですね、ここからは実際に僕が使ってきた中で、残念というか惜しいというか課題というか気をつけてほしいっていうか結構いろいろあるんですけど、重要なポイントをたくさん感じたことがあるので、それをねしっかりと皆さんにお伝えしたいと思います。なので購入を検討している方はここからすごく大事になってくると思うので、ぜひ最後まで見てください。まず一つですね、ルミックスカメラほぼ全部に通して言える最も大事なことがありまして、常時プレビューですね。これがね本当にややこしくて良くないところだと思っているんですが、これはですね、ルミックスのカメラというのは設定の中に常時プレビューというね項目がありますと。でこれがデフォルトだとオフになってるんですよね。でこれオフにした状態だとシャッタースピードとかをいじったとしてもプレビュー画面で露出が全く変わらないんですよね。で実際に撮れた写真っていうのは全然違う露出なんですよ。これはどういうことかというと、一眼レフカメラのように常時のプレビューをねオフにしてしまうと、こうシャッタースピードとかいろんなこう調節をしたとしても正しくねそれがならないんですよね。ちょっとこれはどういったもののための機能かがわからないんですけど、これがデフォルトでオフになってしまってるんですよ。これをオンにしないと自分が設定をした露出っていうのを表示してくれないんですよね。これは写真の話なんですけど、これによって自分が撮りたいと思っていろいろと調節していても思った通りの写真が撮れていないっていうことが起きてしまうんですよ。これによって僕はルミックスのカメラで写真を撮れなかったんですよ。これは僕の実際の体験談になるんですけど、ルミックスのカメラで写真を撮っても露出がちゃんと現れないから本当に謎だったんですよね。どうやったら自分の思い通りの露出で撮れるかっていうのが本当にわからなかった。結局はね、それこそ今ここにいてくれてるガミくんにね、ちゃんと教えてもらって理解ができたんですけど、そのレベルなんですよ。これは自分から情報にアクセスをしないとたどり着かないものなんですよね。で、僕だけじゃなくて、それこそガミくんも GH6 とか5の時とかか。
5の時とかからそのね、同じことがあったし、あとは僕のワンブルームメンバーも、ちょうどね、G9 Pro やったっけを使っている時にその現象に絶賛なってる時だったんですよね。でその時に僕とガミ君がたまたまいて、それ常時プレビューオンにしたら解説しますよっていう話をしたんですけど、そこでこんなあったんやってマジでなってるんですよ。なのでルミックスユーザーの人たちからしたらこんなこと当たり前かもしれないけど、学生で一人でルミックスのカメラを手を出して買った時にたどり着かないんですよこれっていうのがデフォルトでオフになっちゃってるのでね、これ大変やったよね。でこれは本当にただの文句じゃなくて、ルミックスさんに伝えたいこととしては、できれば出荷時のデフォルトがオンになっておいた方がいいんじゃないかなと思ってます。この機能があることによってメリットっていうのが僕はあまりまだ分かってないんですけど、できればオンにしてあげておいてちゃんと適正の露出になるようにしておいた方がいいんじゃないかなと思っています。なのでもしねルミックスユーザーの方で僕たちの同じように露出が本当にコントロールがうまくできない、写真のね時にならないっていう方はぜひここをね見直してみてください。これで解決する方かなり多いかと思います。で続いてがですね、張り替えサービスですね。このねデザインもめっちゃいいし、もう仕上がりは満足します。これは大前提としてください。もうめちゃくちゃいいよ。これは本当にね素晴らしいです。ただですね、めんどくさすぎるマジでこの張り替えサービスはちょっとね時間かかりすぎた。これだけは言わせてください。わかるんです。めちゃくちゃいいサービスだし、コストもかかると思うし、人件費もかかると思うし、そこまでね利益率も良くないと思うんですよこのサービスは。こういうねカメラをラインナップとして置いてくれるっていうのは本当に感謝でしかないんだけど、でもやっぱりこの状態で買いたかったっす。僕はブラックを買って、でそれをわざわざサービスに出すっていうのはめちゃくちゃ大変ってかめんどくさい。バーコードを切り抜いてさ、で梱包してさ、そもそもその張り替えサービスの箱が届くんだけど、申請して箱が届くまでにまず1週間ぐらいかかるんですよ。でそこが来てやっと梱包していってバーコード切り抜いてとかやって、でまた送り返すんですよね。でそっからまた戻ってくるまでにだいたい2週間から3週間ぐらいかかるんですよ。だからトータル3週間から1ヶ月間、繁忙期だったらもうちょいかかるのかなといった感じなんですけど、僕はさいろんなカメラあるからいいんだけどさ、初めて買った人が3週間渡せるっていうのは疑問ですよね。3週間4週間預けるっていやーしんどいよねっていうのは感じましたね。で続いてがですね、ちょっとね発見しちゃったんですけど、これ気づいてない方結構おると思うんですけど、 S9 で動画を撮影するときにレックをする前までのプレビュー画質が低下してると思うんですよ。これはレックを押すことによって良くなるっていう感じではあるんですけど、レックをする前の画質がノイズが多かったりピントが若干甘めだったりするんですよね。これねルミックスカメラの挙動かなと思ったんですけど、こっちの2つ2機種で確認したところ別にレックを押す前からもちゃんとプレビュー画質っていうのは良かったんですよね。なのでこの S9 に限ってはレックをするまでの画質っていうかプレビュー画面が結構画質悪い。でどういった時によく感じるかっていうと、やっぱりハイブリッドズームで望遠側とかにした時にやっぱそのデジタルで拡大してるプラスでその画質の劣化っていう感じるから、プラス 4K60 フレームとかにすると結構画質悪いんですよ。でもレックを押せば元に戻るんですけど、これはねルミックスのここのメニュー画面がめっちゃ綺麗だからこそ気づいたっていうのもあるかもしれないんですけど、だからアングルを下げる時にテンションが上がらないんですよね。実際にさいろいろとどうやって撮ろうかな、こっからがいいんじゃないかな、こうやって撮るのがいいんじゃないかなっていろいろ考えて動画っていうのを撮影するんですけど、その時にテンションが上がらないんですよ。押したらめっちゃ綺麗ってなるんだけどならないんですよ。綺麗じゃないんですよ。であとはですね 4K の15分の時間制限に関してなんですけど、しんどいです。普通にめちゃめちゃしんどいですこれはね全然良くないよね。普通に時間制限は撤廃して今からでも改善できるんじゃないんですかね。どうなんですかね。ファームウェアで例えばもう 4K 時間制限までいけると、でも熱停止は15分までの保証ですみたいな感じでいいと思うんで、できる範囲は増やしてほしいなと思います。であとはですねすごいね本当に細かくて申し訳ないんですけど、おそらくルミックスのカメラってバッテリーの残量がパーセンテージできないんですよね。多分ね。できてたら申し訳ないです。それちょっと教えていただきたいんですけど、バッテリーの残量表示がパンセットで出せないんですよね。ちょっとね、ここら辺がやっぱ扱いづらさがあるなと感じました。で、あとはちょっとこれもね、非常に僕のね、わがままなんですけど、ソニーのカメラって瞳だけを検出させるときは、瞳だけを枠を囲ってこう追従するんですけど、ルミックスの場合っていうのは、瞳を検出したいってなった時も顔のね枠を表示させて線の交差のポイントで瞳を認識させている表示になるんですよね。なのでちょっと
邪魔なんですよ。この瞳の検出っていうのがねソニーのねカメラは本当瞳だけとか、多分ね富士フィルムもね瞳だけにできるんですけど、多分これがね瞳だけにできないんですよねっていうのが、ちょっとね撮影中に邪魔だなーって思う時がありましたね。もうちょいなんか検出をしっかりやってるんだけど、そこのねなんかこうやってますよ感がないような撮影中の画面にしてくれるとめちゃめちゃ助かるかなと思います。であとはですね、この 26mmF8 のレンズに関してなんですけれども、これねもらえてるからいいんですけど、このねレンズの価格設定はちょっとえげつないかなと思ってて、これね、26mm で F8 のレンズなんですけど、一応電子接点はあるんですよね。でもオートフォーカスが使えません。マニュアルフォーカスのみですと。で F8 固定のレンズなんですよね。F8 をさらに絞ることもできなかったりするし、開放させることもできませんと。でブリージングがズームレンズってぐらいめちゃくちゃ出るはい。F8 なんでねそんな回さないんですけど、でもちょっと寄って撮るときとかやっぱ回すんですけど、ズームレンズこれっていうぐらいブリージングが出るっていうのは、ちょっと気にはなるかな。あとキャップの蓋がないとフィルターをつけれないレンズなんですね。で驚きの 28,700 円というところでこれはねちょっと高すぎませんか？どう？僕の感覚がおかしいかな。僕のね体感値だったら1万円ぐらいだったら買いたいんですけど、いやというのも S9 のねキャンペーンで付属したから、そこはすごくありがたいし、実際使ってて画質はめちゃいいし楽しいんですよ。本当にスナップにはもう最高のレンズではあるんだけど、このレンズをさこっちのさ S5-2 とか 2X で楽しみたいじゃないですかっていう人が S9 を買わないってなった時に、これだけ買いたい方いますよね。そういった方に3万円弱でこの性能だったら僕勧めれないっていうのは、ちょっとあるかなと思いますね。であとですね、細かいなお前って感じなんですけど、この価格でいて20万円ぐらいするカメラなんだけど、防塵防滴もないと。なので、ちょっとした雨とか、埃とかも怖いんですよね。なのでそこら辺もちょっと不安さが残るカメラだなというふうに思いますし、あとバッテリー関連でバッテリーチャージャーの付属品がないんですよね。そこは一歩譲ってわかるんだけど、ケーブルもないんですよ。充電用ケーブルがないんですよ。これどう思いますか皆さん？ちょっとこれやりすぎだと思いません？なので入ってるものとしては本体、ストラップ、バッテリーなんですよね。わかります。USB-C 充電ができますので、いや USB-C ケーブルぐらいあるでしょって思うと思うんですけど、いやわかるんだけど、でもね初めて買うカメラとして打ち出してるわけじゃないですかってなった時に、例えば iPhone ユーザーとかで iPhone14 以降以前の人ってまだライトニングケーブルなわけですよ。おそらくねこの動画を見てる人たちは USB-C ケーブルなんて絶対みんな持ってると思うんですけど、ない人は意外とないと思うんですよね。そういった人たちにそれなりの速度でアダプターというかちゃんとコンセントから挿して使えるようなこのシステムが入ってないって結構エグくないですか？初心者向けのカメラなのにもかかわらずっていうのが、ちょっとこれはね注意点として挙げておきたいなというふうには思いました。やっぱりねコンパクトなレンズはねもっともっと必要だと思ってます。ちょっとこれはやっぱ物足りないですね。AF が使えないっていうのは結構大きいし、画角はすごくいいんだけど、これの、違う画角で AF ぐらい使えるようにしてくれるとかもやっぱりあった方がいいと思うし、あとキットレンズのねズーム系もやっぱでかいですよねちっちゃい方なんですけど、これとねやっぱつけて撮影すると、結構でかいんで、やっぱズームのね1840とかやったっけ、新しく出るのとかはすごくいいんだけど、ああいうレンズをねもっと早めにてかもう同時のタイミングで出してほしかったなとかはあるし、またはもうちょっと寄れるコンパクトなレンズとか、もうちょいねコンパクトなねサイズ感のレンズっていうのはもっともっとね開発してほしいなというふうには思います。あとあれかな、 F2 の単焦点かが全然開発の目処もないので F8 なんでねこれちょっとねスナップ用途でしかほぼ使えないので、ちょっとテーブルフォトとかさ、もうちょい気軽にさフルサイズの音響を感じれるような、レンズっていうのがコンパクトなものでラインナップとして、40mm とか 28mm とか 50mm の F2 とかをもうこのサイズとは言わなくても、ちょっと倍ぐらいでもいいから早めに作ってほしいなというふうには思いますね。はい、というわけで皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。改めて結論でお話しした、ぶっちゃけそんなにね初心者向けではないんじゃないかなというふうに感じてしまったっていうのが、本当に僕なりの率直な意見です。というのもリアルタイムラット機能とか、ラットっていうのは本当に素晴らしいし、めちゃくちゃねオリジナルでいい機能だとは思うんですけど、初心者からしたらやっぱむず
ずいと思います。こういったところはね、そこが決め手で買うべきだって僕はねちょっと言い切れない部分があったりとか、やっぱりどうしてもまだまだレンズが大きくなってしまうっていうのがあったりとか、あとは常時プレビューのね設定とかね、この S9 っていうカメラは僕の中の結論としては初心者の方とかに本気でおすすめするってよりかは、ある程度カメラのねことを知っている人たちの2台目としてとか、サブカメラとして、よりねこうちょっとした趣味の拡張とかで使うっていうのが一番楽しいのかなというふうに感じはしましたね。とはいえめちゃくちゃちっちゃくて、扱いやすいカメラにはなってるので、僕はねそれこそ S1 とか S1H とかを使ってきた身としてはこんなちっちゃくできたんやっていうね驚きがあるので、それこそね S1 とかのシリーズを使っていったもっとルミックスユーザーの人たちがもう一回帰ってくるとか、そういうのにはもう最高にね楽しめるかと思いますので、フルサイズカメラをね使用したいけどやっぱり筐体のねサイズ言うてもこっちもゴツゴツしてるんで、もっとねコンパクトな運用したいとか、もっとねデザインとかを重視して楽しみたいっていう方にはめちゃくちゃねおすすめできるカメラかなというふうには思っております。いろいろとね課題点はあるものの、4K の60フレームが一応撮れたりとか 6K の撮影ができたりとか、特に 4K24 フレームでは超高画質でね撮影ができたりとか、本来ね大きな筐体でしか撮れなかったものがねこれだけねコンパクトなカメラボディでもねほとんどのことがね実現できるようなカメラではあるかなというふうに思っております。発売の時のねいろんなこう炎上騒動とかも含めて、いろんな意見がねあるカメラではあるかなというふうに思います。ただ、僕としてはこれだけねちょっとこう新しいカメラのようなね、本当にどこのメーカーも出していないような本当に面白さっていうところでは最高にね楽しむことができていますし、カメラっていうものをね新しいね選択肢として増やしてくれたっていうところはすごくね魅力的なものではあるのかなっていうふうに思います。ということでルミックス S9 皆さんはどう思いますか？今回の動画の感想とか意見とかコメントとか共感とかあればぜひコメントで教えていただければなというふうに思います。そして、北海道のね Vlog の動画もね、ぜひこちらもよかったら見てください。この動画はね全てルミックスのねカメラで撮影を行いました。色味とかめちゃくちゃ綺麗だと思うんですけど、この色味に関しては、僕がね開発しているこのパワーグレードというものを使って全てね色の表現をしております。このパワーグレードと呼ばれるダヴィンチリゾルブで使えるね、僕の普段の使っているノード情報をねそのまま使うことができるんですけど、これを使えばワンタッチで、僕のね普段から使っているね、自分の本当に思う美的なね、カラーっていうものをね再現して使うことができるようになりますので、よかったらですねこちらもね概要欄の方からチェックしてもらえたらなというふうに思います。というわけで皆さん今回はねこの辺にしたいと思います。ルミックス S9 よかったら概要欄の方からチェックしてみてもらえたらと思います。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。